2017年6月某日、奥村に検証したいパターンがあると連絡を受け、急遽琵琶湖ベースに向かった。こいつはまあ一人アラバマリグです。1匹2匹3匹みたいなハスパターンでうまいですか。検証したいそのパターンとは独自のハスパターンだった。行こう、とりあえず行こう。どうかな、いるかな魚。よし、6月半ばということで、バスもほぼ産卵終わって、これから夏に向けてどんどんこう沖の方に、水通しのいい方に移行していく時期なんやけども、ここのとこずっとここ10年ぐらいはそうではなく、逆に入り組んだところにでかいやつが入り込んでた。なんでかっていうと、ギルネスト、バスが産卵してたような場所に入れ替わるようにブルーギルが産卵に来て、それを取り囲むようにでかいバスが沖ではなく入り組んだところに入ってて、ギルパターンってずっと言われてたんやけども、ブルーギルもちょっと減少してきて、で今年ちょっと水が悪くて、なおかつ放水が絞られて、で沖の水通しのいい、もしくは流入河川絡みのハスパターンというのが今の状態で、こういう坂又シャット8インチノーシンカージャックベイトとか、スライドスイマーとかね、250とか、あと、これからもっと魚が深くなっていったら、こういうビッグスプーン、グルカナイフとかが効いてくると思うんですけど、一番今最強なのはこれなんですけど、ちょっとその展開でまずは250で、このストロングマインドチュールとほんまやばいね。250がもうはるか彼方まで飛んでくる。このニュースライドスイマー、スプリングウェイト入ってるんで、この音を
出すようなイメージでただ単にこうゆっくり巻くっていうよりかはちょっと強弱つけてなるべくカンカンって音が鳴るように。めっちゃベイトおんな。こんなん釣れんのおかしいねんけどな。立ち込んどるな。しゃあない。これぐらいかな。やっぱ早いかな、まだ時間が。今日風吹かへんねんな。何個見とこうかな、今の時間帯に。風吹いたら戻ってくるか。あれ今来とったんちゃうかな。うわあー来てた来とった。チェイス止まりやな。ちょっと何個見に行こうか。混雑してるし。
パール系とゴースト系と、ホットタイガーみたいなああいうリアクション系の色とフラッシングのと、黒も欲しいけどね、大体それぐらいで、似たような色であんまり回しても意味ないけど、結構こうパンパンパンと変えて、大体これぐらいカラーローテーションはした方がいいですね。結構リアクション的に壊すとはゆえ、やっぱカラーが影響してくるんでね、どうしても見せる要素強いんで、板おもりは必需品なんでね、スラ水サイキラには。で調整したいときは針に刺す。でどれぐらいのスピードで落としたいのか、足らんなと思ったら足したらいいし、重すぎるなと思ったらこれ切ったらいいし、でここで調整したやつを最終お口の中へ、口の中へっていうか、この隙間から入れて、これ目が取れないように気をつけてね。このままここに置いといてもいいし、こっちに持ってきてもいいし、ここに入れてもいいんやけど、後ろからでここに入れておくと、こっち表から傾く。これでちょっとわざとイレギュラーな動きにさせたりとか、動き安定させたかったら下の方に低重心化させて、スライドスイマーの場合はノーズウェイトっていうかな、ここのリップが入る溝のところに入れるウェイトを一応うちであるんやけど、オンラインでしか売ってないかもしれんけど、それをここにつけてもいいし、ただそれするとね、だいぶ前傾姿勢になるんで、あんまり浅いとこっていうよりかはディープ用やったり、その辺は使い方によってね、いろいろチューニングして、自分だけのっていうのを作るっていうのも大事ですね、ビッグベイトは。インパクトでかいルアーなんで、みんながみんな同じセッティングのもので同じ使い方してると飽きられるんでね。こっち来るとやっぱ濁ってんな。これタイガーやな。風吹かへんな。吹いてくれはよ。でも今はちょっと風待ちですね。風がなくてもそら食わんことはないねんけど、マグナム級はやっぱちょっと風あった方がいいんで。でこれ今南湖に関してはターンオーバーみたいな感じになってるんで、逆に赤ノイみたいなああいう入り組んだシャロフラットが意外と
影響を受けにくかったりするんでね、逆の発想で水の動くところじゃなくて全く動かないところを一応チェックする価値は次行こうか。ちょっと赤の見に行こうか。うわ、見てはいけないものを見てしまった。めっちゃ毒リアですわ。なんでこんな急にクリアアップすんの。別世界やね。クリアやけどタイガーでやってみたろう。浄化されるのが早いんやね、やっぱりウイードがしっかりあるシャガノイは。まあ奥のミュー筋あたりまで流していくしかないな。おっ、滑った。バレそう。通ったね、赤のい。250。サイズはまあともかくとして、やっぱり徐々にこうインサイドに寄っていって濁りが効き始めて、表層にブルーギルが身につくようになって、そんなところで食ってきました。50ないぐらいやし。クリアになるとやっぱりビジュアル、見た目はまず重要になってくるのと、あとはスピード。ゆっくりだともう見切る。坂又とかはノシンガジャークって割とクリアウォーターに強い釣りやけど、やっぱり一瞬一瞬が速いから、あれをゆっくりただ巻きしてもまあ怖いからね。だもう完全に止めとくか、めっちゃ速く動いてるか、どっちかちゃうかな。もしくはもう表層。今度逆にドニゴリになるとやっぱりアプローチが例えばジグとかでもすごいタイトに入れてやらないとやっぱ気づいてくれへんから、ストライクゾーンは狭くなるからね。こういうビッグベイトやるにしても遠くからすっ飛んでくるみたいなことはないから。ただまあ毒リアすぎるとやっぱ年々魚も見切り出してきたから、多少の濁りは欲しいけど、どっちかっていうとクリア向きのルアーやからね。ぼちぼち行ってみようか。ここは真野川の河口のちょっと北側にある、この水中にサンドバーの張り出しがあるんですね。結構でっかい。
風とか湖流で形成される砂のたまり場やから地形は毎年変化するんやけど、やっぱりドーンと張り出してるんでフィーディングスポットにはなりやすい。でかないわ。うわっしゃー、でかいわでかいわ。 OK、 これですわ。水質クリアでローライトはゴーストカラーやね。これはもう完全にハスパターンです。もう南湖全域が結構水悪くて基本ターンオーバーに近い現象起きてるんで、フレッシュウォーター、そこに集まるハス、アユ、ハス、それを食うバスでそれを騙す250、こういう図式が出来上がってるんですよ。250もただ単にこうわーっと泳がせるよりかはこうキュンキュンキュンってこう横っ飛びさせて、動き自体は速いんやけどなかなか前に進まないっていう、横っ飛びさせてね、それでスピードとイレギュラーの動きで騙す。こいつが要するにそういう小鮎とか追い川とかを夢中で追いかけ回して無防備になっているケタバスっていうのを演出ですね。演出することでこいつ食えるんちゃうっていうふうに思わせるバスに。動き自体は速いんやけど一瞬食う間を与えてやる。止めた時にラインスラッグを出してこうピュッと横飛びしやすく、で横飛びさせるんでエビにもなりやすい。エビっていうのはこのフロントフックに糸が引っかかるこの状態ね、なりやすいんで、なるべく太いフロロ、太い方がその場に残ってくれるんで、糸が水中でルアーにつられていかないんで、あんまり25ポンドぐらいは欲しいですね。プラスこのストロングマインドっていう何つんねんみたいな竿ですけど硬いんで、ルアーの動きもこうガクガクってこうしっかりした動きになってくれるんでね。あと飛距離抜群に飛んでくれるんで、キャストし続けても疲れないみたいな、そういう竿じゃないんでごっつ疲れるんでね。
言うほど風当たらへんね。来た。ほら。いっぱいおってん。いっぱいおってん。あっさいとこおるわ。だいぶ怒られて追っかけてきよったな。抜けた。まだおる。そうでもちっちゃいな、サイズが全然ちっちゃいわ。50ぐらいやわ。で二度と追いかけてき。おお、いた。来た。見えてるやん。そこ追っかけてきよった。何やそれ。魚のレンジがそんなに深くないな。気づくのが遅いっぽいな。派手色入れてみようか一回。どんどんカラーローテーション。
ま近くに来とってんけどな。もう今日は日差しが弱いからこいつが正解かもしれんな、この色が。よっしゃ、でかいでかいの来た。やばい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 。おお、来た。危なかった。オッケー。はい、6枚ぐらいか。オッケー。お、ほんまや。びっくりした。よっしゃ。飛ぶなよ、飛ぶなよ。ああ、どうやどうや。5キロはないかな。重たい。太い。もう巻き始めてすぐにガツンと止まりました。スチールお願いします。おっ、バレそうバレそう。よいしょ。目の前で食った。ほんまはね、あれをあのサイズを食わさないようにしなあかんねんけど、ちょっと見えへんねんな。だいたい水深3メーターぐらいのところで魚が浮いてくる。引いてるレンジはもう水面直下やから見えるぐらいのレンジなんで、見えるか見えないかぐらいの、あのサイズのやつがふわーってきてふってきだした時にパンとジャーク入れてこう空振りさす。そうするとその後でかいやつがブワーって出る。お、来た。ちっちゃいな。
あ、かかともた。あ、かかともた。でかいわ。オッケー。オッケー、これ5キロいったやろ。ほら、切った。切ったで、これ。あ、ないわ。5キロないわ。ないっすわ。パターンとしては完璧ですね。普通やったら十分やねんけどな。いやー、まあまあこんなもんやけどね。流入絡みでハスがいる、アユがいる、そこでハスになりすます。やっぱりスピードは透明度が増せば増すほど速く、でポーズを短く。濁ってたらもうちょっと刻んでもいいんだけど、スイスイスイピタ、スイスイスイピタみたいな。でもクリアになってきたらもうスイ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 ピタっていうちょっと距離を長めに、それぐらいかな。あとはもうカラーローテーションで、日差しの強さとか水質から割り出していって、でももう一番手っ取り早いのは全部試すっていうのが手っ取り早い。ただ本来やっぱりハスっていつまでも同じとこいないんで、そこはちょっと意識しといた方がいい。朝釣れたし夕方も釣れるとは限らんっていうのはある。プロっていうのはプロだから。この顔よ。2017年のセントラルオープン最終戦取れました。3位です。はい。ちょっと優勝はできなかったですけど、結果に残る形がやっと残せて、本当今はすごく嬉しく思います。はい、これからも頑張りますのでよろしくお願いします。